イブン・アッバスは次のように伝えている。私はオバのマイムナ・ビント・アル・ハリス、預言者、彼に平安と祝福あれの妻の家に泊まり、預言者、彼に平安と祝福あれが夜勤の間そこにいた。預言者、彼に平安と祝福あれは、モスクで、医者の祈りを捧げ、家に帰り、4ラクアトの祈りを捧げた後、眠りについた。その後、彼は夜中に起き上がり、少年、あるいは似たような言葉を使ったは眠ったかと尋ねた。その後、彼は祈りのために起き上がり、私は彼の左側に立ったが、彼は私を彼の右側に立たせ、5ラクアト、さらに2ラクアト捧げた。その後、彼は眠り、いびきをかいているのが聞こえ、しばらくして彼は、ファジュルの祈りのために出て行った。サヒーフ、アルブハーリー117。ハディースの説明。私たちの預言者、神の祝福と平安あれは、主を崇拝し、主に栄光あれ、主の前に立つことにおいて、人々の中で最も優れた人物でした。同伴者たち、神の祝福と平安あれは、預言者、神の祝福と平安あれから学び、預言者のスンナを採用し、それに従って行動し、後世の人々に伝えることに熱心でした。アブドゥッラー、イブン、アッバス神の祝福と平安あれは、若い頃からこれに熱心でした。このハディースで、アブドゥッラー、イブン、アッバス神の祝福と平安あれは、オバの名ムナ、ビント、ある。ハリス神の祝福と平安あれと一晩を過ごしたことを語っています。彼女は預言者、神の祝福と平安あれの妻でした。これは、彼女と高貴な預言者、神の祝福と平安あれとの夜でした。そして彼は彼女に挨拶しました。預言者、神の祝福と平安あれは夕方の祈りを終えると、彼女の家に来て4ラクア祈り、それから眠り、そして目覚め、そして尋ねました。少年は眠りましたか？彼はイブン、アッバース神のご加護がありますようにのことを指しており、彼が言った、少年、というのは、その幼い子供が眠り込んでしまわないようにとの憐れみからの愛称です。その後、預言者、神の祝福と平安あれが立ち上がると、イブン、アッバース神の祝福と平安あれも彼と共に立ち上がり、彼と共に祈るために彼の左側に立ちました。そこで預言者、神の祝福と平安あれは彼を連れて彼の右側に座らせ、5ラクア祈り、それから2ラクア祈り、そして眠りました。ここで、それからという文字は遅延を意味します。彼が眠ったのは礼拝の直後ではなく、礼拝後にしばらくしてから眠ったことを示すため、イブン、アッバースは預言者、彼に神の祝福と平安あれのいびき、または眠っている人が重く感じるときに息を吹きかける音を聞くまで眠り、二人のサヒーフの伝承にあるように、沐浴もせずに夜明けの礼拝に出かけるまで眠り続けた。これは預言者、彼に神の祝福と平安あれの特徴の一つであり、横になって眠っても沐浴が無効になることはない。目は眠っても心は眠らないからだ。この伝承で預言者、彼に神の祝福と平安あれが祈ったラカートの総数は11ラカート、つまり4ラカート、5ラカート、2ラカートである。アルブハーリーの伝承では、彼の祈りは13ラクアであった、とある。これは最も一般的な伝承であり、これらは調和可能である。11と伝えたものは最初の2ラクアとファジュルの2ラクアを省略し、最初の2ラクアを確認したものはそれを13と数えた。ハディースにはこう記されている。イブン、アッバース神がその両方に満足されますようにの説と、彼の若さにもかかわらずの彼の技量、彼の年齢と、彼が夜通し預言者、神が彼に祝福と平安を与えられますようにを監視したこと。また、預言者、神が彼に祝福と平安を与えられますようにが夜間の祈りで立って礼拝に努める様子がどのようなものであったかについても記されている。また、わずかな動きで祈りが無効になることはないということも記されている。